なびく風の中にも、太陽の光の中にも蝶々が、飛んでる姿だったり、何気なく見てるんですけれども、生きてる全てのことにメッセージがあると思うんですね。おつなぎ役というふうに名乗らせていただいておりますが、おつなぎ役というのはですね、人と神々を、人と亡くなった方を、特に心と心をつないでいくという役割をさせていただきたいと思っております。後ろの方にですね、霊的面を守っていらっしゃる方々がいらっしゃいます。前世ですごく深いご縁にあった方々、ご先祖様だったりとか、兄弟だったり、ご友人だったり、ご両親だったり、私は守護霊様と呼ばせていただいているんですけれども、あなたが泣いている時にも、あなたが笑っている時にも、霊的な面をお守りしている守護霊様はすぐそばにいて、共に喜びも悲しみも分かち合っています。お母様、ここに来ていらっしゃってるんですけれども、霊視を用いたカウンセリングも行っておりますが、この中でもね、亡くなった方とすごくお話ししたいなという方と会話をつなぐ役目をさせていただいたりとか、抱えている悩みをね、その方々からアドバイスを受けることで、自分の人生をうまく歩めないでいる方々にですね、少しでもサポート、後押し、手助け、そういったことをしたいと思っています。今私が行っているのは沖縄の聖地パワースポット専門でガイドをさせていただいているわけですけれども、ただ沖縄の聖地を回るだけじゃなくて、体内のエネルギー質を変えたりとか、土地に宿っている、聖地に宿っているパワーをしっかり体感してもらって、これをどう人生に使い込んでいくか。私たちが住んでいる土地それぞれにパワーが宿っています。自然が豊かで人の手がねそんなに加えられていないところが、その土地独自のパワーがすごく強くみなぎってますね。力のある土地っていうのは、私たちのここにいるだけで体の中にパワーがふーっと入っていて、免疫力とかも上げてくださいます。免疫力だけじゃなくて生命力ですね。パワースポットと呼ばれているものは、土地だけじゃなくて実は人もパワースポットになることができます。
お知り合いの中でこの人と会うとすごく元気がもらえるとか、疲れているんだけれどもこの人と会うことで活力だったり、生きる勇気だったり、すごく希望が湧いてくるっていう方がいらっしゃるかと思います。どうしてパワースポットになれるかというと、心の中がとっても大切です。ポジティブでこうするともっと良くなるなとか、何かを与えようと思っている方はですね、どんどんパワースポットになっていきますね。五感を研ぎ澄ませながら土地や場所に行くっていうのもすごく大切で、この場所で何を感じるかなとか、心が穏やかになるな、豊かになるな、すごくこの土地に来てワクワクするな、ウキウキするなと心の中を見ていくことで、自分自身も土地のエネルギーを感知することができるようになってきます。聖地にね、お祈りを捧げに行く際にはちゃんと心の中で礼儀を正すこと、見えないんだけれどもちゃんと向こうに相手側がいらっしゃって、その方々に見えないけれどもちゃんとご挨拶をして礼儀を正すことが大切です。お祈りというのはお願いをすることというよりも感謝の気持ちを伝えることですね。人それぞれにオーラを持っていらっしゃるんですよ。オーラというのはその人の雰囲気、雰囲気って分かりますよね。あの人ちょっと怖そうだなとか、あとなんか優しそうだなとか、ふんわりしてるなとか、特にニコニコしてる人っていうのはすごいニコニコしてるだけですごくこれもパワーを発してるのと同じなんですよ。先ほどパワースポットになる、すごく元気になる人ってお伝えしましたが、逆に安らかになる、心がね癒されていくっていう方もいらっしゃいますよね。そういった方っていうのはもう実際にヒーリングの力も強い方です。オーラというのは気のエネルギー、体内の気のエネルギーですね。で、それぞれ植物も動物も人も物体もそれぞれのエネルギーでできています。私たちも知らず知らずのうちにですね、これも六感能力の一部なんですけれども、同じ波動を持っている方々と惹かれ合ったり、すごく気になるなとか、この人はなんか私に必要な感じがするというものを感知しながらお互いに引きつけ合ってるところがあります。前向きな方々はとってもいいエネルギーが湧き上がってくるんですよ。湧き上がってくると波動が輝いてくるので、それに集まってくる方々もたくさんいらっしゃいます。波動に合わないなっていう方は離れていく傾向になります。動物たちも
人のその時の心の状態とか、怒り、悲しみ、喜び、そういったものをすごく敏感に察知します。人と人って会話ができるけど、動物とか植物とはね、会話ができないって、思ってる方もたくさんいらっしゃるかなと思うんですよ。そうじゃなくて、動物は人と会話が、できない代わりに心の中を読み取って感じ取ってくれる能力に優れています。楽しいなーっていう時には飼ってるペットさんとか尻尾を振って、来てくれたりとか、少し落ち込んでいたりする時はね、本当に同じようなちょっと泣いてるような悲しい声でね、大丈夫って心配してるような声で寄ってきてくれたり、家族としてペットを飼っていらっしゃる方々ね、人間と同じように一人の生命、この子を育ててるんだってことを忘れないで大事にしてほしいですね。私が幼い頃から亡くなった方々とお話をさせていただいたり、亡くなった後どういった生活をしているかっていうことを間近でね、見てきたので、その経験を踏まえてお話をしていこうと思います。愛する方とすごく大切な人とね、死という別れが来ることがあるかと思いますが、悔いを残さないために知っておいてほしいことがあります。私たちが亡くなってこの体から抜けるとどうなるかというと、魂と共に心は一緒に存在します。こうやって倒れてる状態でだいたい上空の1メートルが3メートルあたり、もし建物の中だったら本当に天井あたりに宙に浮いてる状態で亡くなった後の様子を見ています。大好きな人が亡くなっているのを目の前にして、あなたがね、悲しい気持ちで泣いていると、亡くなった方ってどうなさってると思いますか？亡くなってからもその方の魂と心は生き続いていて、ご遺族の方々が、悲しみに暮れて亡くなっていると、そこの近くで本当に立って悲しまないでねって、生きてるうちに喧嘩もあったけどいろんな喜び分かち合いをしてくれてありがとうねって言ってることがすごく多くて、逆に急に亡くなってしまってごめんねって言ってることがすごく多いんですよ。大切なことは目の前で亡くなってから後悔という念を残さないでおくこと。大切な人を目の前にして、あれをしてあげればよかった、これをしてあげればよかった、後悔ですごく悲しい気持ちになっている方が多いんですよね。体がなくなってしまうということは、大切な人とね、大好きな人ともうお話ができないということだったり、すごく抱き合いたい人と抱き合えない、学び合いたい人ともう学び合うことができない、この生きてるうちだからこそできることってたくさんあるんです。亡くなった方とお話ししたい、愛する方とお話ししたいっていうご依頼もたくさんいただくんですが、この他界されて亡くなった方と、生きているご遺族の方、
それぞれ双方が謝り合ってることがすごく多いんですよね。そのわだかまりをカウンセリングの中で埋めていってね、お互いにありがとうって言い合って和解ができて終了することが多いです。自分自身の前世を何世代も魂の記憶として覚えているので、こういったお話をさせていただくんですが、生まれてくる方はそれぞれ天からね生まれてくる際に自分の人生を設定して、あれこれこの年齢的にはこういうことをして、この年代にはこういうことをしてとか、生活水準とか、あとは出会う方々、こういった方々にまた出会いたいとか、こういった学びをしたい、この人と一緒にまた恋をしたいとかですね、そういったことを前もって設定して皆さん生まれてきます。もう設定はしてるんですけれども、これが一筋の変えられない運命ではないんですよ。変えられない運命ではなくて、自分の中の予定表ですね。予定表なのでたくさんの本当に瞬間瞬間でいろんな選択ができるんですよ。病気になったからといって、ね、職を失ったからといって大切な人を失ってしまう経験も、ね、人生の中にはあるかと思うんですけれども、それは運命だった、それが変えられないっていうことではなくて、もっとね心を前向きに、目の前に起きている事態で自分自身は何を学べるだろうか、ものすごい無数にある選択の中でどれを選び取っていくか、そうすることで運命はどんどん変えていきます。子供が生まれてくる前に親を選んで生まれてくるっていうことをよくね耳にするんですけれども、子供だけじゃなくて親も実は子供を選んで生まれてきています。あなたの親としてあなたを育てたいです、あなたの子供になりたいですという関係を結んで、親が先に生まれてその後に子供が生まれてくる、そういったことが多くあります。これが最初の出会いではなくて、本当に長い長い年月を重ねてまた自分の子供として生まれてきてくれた。今は親子なんだけれども、前世では逆転、自分の子供が親になっていたり、親がその人の子供であった可能性も高いです。これは子供だけじゃないんですよ。前世ですごく好きだった人、そういった方が今世でまた恋人になって結婚する可能性もたくさんあります。今世で姉妹や兄弟になっている方も、もともとはですねすごく仲のいいお友達だったりとか、または恋人だった可能性も高いです。本当に幸せをかみしめて自分たちはどうやって生きよう、生きるって何だろうと考える機会にしたいと思っています。よろしくお願いします。この方が最初に来た時からいらっしゃるんですよ。
で、私の中では多分島田明氏だなと思ってるんですけれども、その本人ですかって聞いても答えないんですよ。いつも答えないんですけれども、本当にお礼を申すって、お礼を申し上げますってすごい深々と頭を今も下げてくださって、平和なんだよって亡くなった方に届けてくださるだけで、救われる御霊の方、成仏される方がいらっしゃいますとずっとお話をしててね、皆さんにありがとうと伝えてくださいと言われました。だから私からもありがとうございます。立っている後ろ姿でものすごいもの見えてるんですけれども、それでもありがとうって言えるって本当にすごいんですよ。今平和な世の中、ご飯が食べれること、大事な人と一緒にいれること、一人一人の生きる姿を見せることで、生きてる方にも勇気を与えることは絶対できるので、もう頑張っていきましょうとは言わないんですけれども、本当にありがとうございます。地上に残ってまださまよっているというか、成仏をなさってない方々もたくさんいらっしゃいます。どうしてこの世に残っていらっしゃるかというと、例えば戦争だったりとか、突然の不慮の事故だったりとか、自分の寿命を全うしてなくて亡くなった方が多いですね。悲しい出来事の上にあって亡くなった方っていうのは、心の中にとっても思い残し、そうですね、ああすればよかった、こうすればよかった、もうこんなことはしたくなかったとかね、そういったことをとっても思っていて、でこの世にとどまっている方が多いです。今岩のあたりにですね、周りを見張ってる兵隊さん、今でも見張ってらっしゃる方がいらっしゃいます。平和の世の中になったといっても何が平和だっておっしゃってますね。まだまだ苦しんでいる者がいるのに何が平和だっておっしゃってるんですけども、私の方からごめんなさい、今ちょっと会話させていただいてました。一人一人がそうですね、心の中で平和について、生きるについて考えることで少しずつ広まっていくし、広めさせていきますっていうことを今お話しさせていただいています。私のようなものが説得するのには本当に甚だしいんですけれども、少しでも心が安らいでくれることを本当にお祈り申し上げたいと思います。亡くなっている御霊の方々にもね、お話を聞いて少しずつ悩みを解いてあげることで、心が軽くなってふわーっと天に浮き始めるんですよ。で、心の中のその抱えている悩み、問題とかが本当に解消されてふわってなくなると、本当にね、今度は真っ白い姿になって天に召されていくんですよね。
私も日常生活の中でそういった方々をまだ成仏なさっていない方々をお見かけした際にはお話を聞いて、なるべくその方の心のね悩みだったりとか無念の思いを取ってあげることで、少しずつでも天国に成仏していただく道を選んでもらうことに、専念してます。今ね、代表として3、4人ぐらい男の子出てきてます。前に3人、少し離れたところに1人いらっしゃるんですけども、僕たちは君たちよりも本当ね、先に生まれて年を取っていったら君たちよりもすごくね、おじいちゃん結構もうね年配に当たるけれども、僕たちの寿命はここで今ストップしています。今戦争当時の映像を見せていただいてるんですけれども、弾が当たってね負傷してしまったお友達、もう先に行っていいよって、一緒にいたら弾が当たってね、君も怪我してしまうから先に行っていいよって言うんだけど、一人はできずに一緒に亡くなってしまった方だったりとか、本当に命も共にしてきて、本当にお水もねすごい泥水だったそうです。一生懸命汲んできたお水が、お願いがあるって言ってるんですけれども、僕たちに希望を見せてくださいって、生きる姿を見せてほしいってすごい言ってるんですよ。もしもね、僕たちが大人になっても生きててよかったとか、希望が持てる、もう一度生まれ変わっても希望が持てる世界になっていてほしいって願うから、なんかね、今世の中で生きたくないって、生きるのが嫌だっていう声がいっぱい聞こえるんですって、この子たちには。でも本当はそうは思いたくないから、僕たちが生きていた頃よりはとっても豊かで、皆さんも心の中でね、その子たちに対して希望を持っていいよって、どうかお祈りしていただけますか。お礼に歌を歌ってくれてます。赤とんぼの歌。ここに火を立てた方の思いだったり、もうそれぞれにもう戦争はしないでくださいっていう思いがすごい書かれていて、誰かの言葉にたとえ心が染まっても、誰かの言葉にたとえ心が破れても、君は死なない、君が抱きしめてる限り君は死なない、君の中
中にある輝きは笑顔を呼び集めればそこは満天の星みんな一つ一つの光があるからこんなに綺麗なんだ君が笑ってくれたら僕の命は輝く君かりのままをそのままを愛する日が来ますように言葉が人生を作り出していきます。その人の考えたことがですね、考えたことと心に思っていること、それがそのまま口に出て、それがどんどん人生を作り上げていく。だからすごく言葉を大事にしてほしいんですね。いい言葉を使えばいいことがやってくるし、マイナスな言葉を使えばマイナスのことがやってきます。これに気づいてない方も多くてですね、まず自分の人生を変えたいと思うなら言葉を変えていくことで、その言葉の変え方は簡単です。やっぱり感謝を持つこと、心でね、最初は感謝できなくてもありがとうとか、嬉しいね、楽しいね、幸せだね、この言葉の中に波動が含まれていて、綺麗な言葉を使うと綺麗な波動がわーって広がっていくんですよ。でマイナスな言葉を使うとすごくね、重たいマイナスな感じの言葉がすごく広がっていって、目の前にいる人たちにも伝わっていきます。心がマイナスだったり悪いことをあまり良くないなってことを考えていると、悲しい気持ちのね、成就されてない方々が私たちの心の中を同調して見透かして来てしまうってことがあるんですよ。だからそういうことが実際にあるっていうことを頭に入れていってほしいですね。足とか手とか肩とかどこか重いところありますか？なのでなるべくマイナスなことをもし考えたとしてもプラスに転換していく、日々の努力とか練習ができてくるようになるので、心の中を清く保つ、心の中でマイナスなことを考えずにね、プラスプラスで思考も言葉も変えていってほしいと思います。自分自身の頭の中の考え、自分自身の言葉、自分自身の行動によって人生は作られていくわけですから、全ての選択は自分自身でできるということで、
言動の責任、行動の責任、思考の責任っていうのも全部自分に返ってきます。目の前に現れることは全て自分自身が思って作った世界。人のせいにせず、目の前に起こること、出来事は誰かのせいではなく自分自身が選んで目の前に現れてきている。で、全ての選択に責任を持つこと、行動にも責任を持つこと、自分自身で人生に責任を持って行動できる、そうすることで魂の成長につながっていきます。人のせいにした時点でこの魂の成長をね、自分で止めてしまっているって思ってください。人生は本当にあなた自身が主役です。たくさんの選択の中でね、いろんな人の意見を聞いたりとか助言をいただいたりとかあるかと思うんですけれども、たくさんいただく意見の中でどれを選び取るかは本当に自分次第。何を選び取ってどの道に行くかは自分次第です。何かに迷った時、心の声、自分自身は何をしたいのかなっていうことに耳を傾けてほしいんですね。誰かがそう言うから私はその道に行くとかじゃなくて、私はこれがしたいから誰に何と言われてもこの道へ行く。周りにいらっしゃる将霊様方も生きている人が心の中を固めることでしっかりとサポートしてくださるようになっていくんです。生きている方がですね、心が揺らいでいくと人が言うからここに行く、自分の気持ちじゃないけどあの人の意見に従ってここに行くってなってしまうと、霊的なサポートをする側もサポートできなくなってしまいます。
生きてる間も亡くなってからも天国と地獄が存在すると私は思ってるんですけれども、目の前が豊かですごく満ち足りているのに心がすさんでたりとか、物は豊かじゃなくても心が穏やかで幸せだったりしますよね。でこれっていうのが本当に心の中なんですよね。目に見えるものだけにとらわれないでね、心の中をどう自分が保つかで天国にもなって地獄にもなります。この亡くなった御霊の方々も同じなんですよね。死んだら天国に行けるか地獄に行けるか、そうじゃなくて、このお亡くなりになった方も心でね、すごく悲しい思いを抱えていると、ずっと地獄にいるような苦しみを味わっていて、逆に亡くなっていても心が軽やかで、残してきた家族のことをすごく大事に思って愛してるよって、そういったことを言ってらっしゃる方は心の中が平和なんですよね。目に見えるものだけを捉えてはいけない。心がすごく悲しんでいたら、自分はどうしたいのかな、どうしてほしいのかなってまず聞いてください。聞いてそれをしてあげてください。そうすることで心の中が悲しい気持ちだったのが一変して本当に、幸せになっていきます。心の声を大切にして過ごしてほしいです。でももしも辛いことがあった時にはね、あなたの頼れる相手、心の支えになってくれる相手に助けを求めてください。そうですね、ご自身で頼れる方がいないなーって思っている方もいらっしゃると思います。もしかしたら頼ることが苦手、何かにつまずいた時、何かに迷った時、大変だなーって思う時、心の中にふっと顔が現れる相手っていると思うんですね。その方があなたの心の拠り所です。あなたを元気にしてくれる方です。もしね、その方がお亡くなりになっていた、そういう時には手を合わせて力を与えてください、力を貸してくださいってお祈りしてください、目に見えなくてもそうするだけであなたにそっと力を貸してくださいます。それと、あなたを助けてくださる方は人だけじゃないですよ。大好きなペットだったり、もしくはこういう自然の中に身を委ねる、大好きな木に抱きついてみたりとか、大好きな海辺にふーっと本当にね、水平線の向こうを眺めてるだけでいいんですよ。元気をいただける場所、元気をいただける人、元気をいただける動物、気づいてください。たくさんいらっしゃいますよ。もうあなたが助けてって力を貸してくださいってまずは頼んでみること、声をかける。決して一人じゃないから、決して一人じゃないから、自分自身で声をかける勇気、声をかけることができなかったら、自然の中に身を置いて安らかに、心を癒していってほしいと思います。生きてるすべてのことにメッセージがあると思うんですね。私たちが生きてる世界は人混みの中で生きていると本当に自分一人で生きてるような、気
気がしてしまうんですけれども、空気があることも、太陽が照ってることも、鳥が鳴いてくれてることも、この吹いてくる風の中にもすごく優しさが、愛の中に生きてるってことを本当に忘れないでほしいんですよね。